ますか。2件冒頭申し上げたいと思います。まず令和2年7月豪雨、本日朝の6時時点で私どもが把握している被害状況でありますが、水道については継続的な降雨により最大で約3万2000戸の断水が確認されましたが、すでに3万戸の断水が解消しており、現在は残る4県で1701戸の断水が現在も継続しております。これらに対しては応急給水の対応を取っております。4県は岩手県、熊本県、大分県、鹿児島県の4県であります。特に被害の大きい熊本県球磨村については、現在、水道関係者が現場に入って被害状況を確認しております。一部の地域においては、水道の通水が確認されたものの、橋梁とともに水道管が流された地域もございます。現在、455戸が断水状況であり、中には復旧に時間を要する地区もあるというふうに聞いているところであります。医療施設でありますけれども、浸水等の被害自体は13日の段階で解消しているということです。社会福祉施設については現時点では熊本県などの6県、合計68施設において、浸水等の被害が続いています。これはすなわち土砂等の撤去が行われていない、消毒が行われていない、あるいはその施設によって、全員が避難をしている、そういった状況があるということであります。こうしたことに対して、まだ撤去、消毒等の遅れがある地域に対しては、我々もできる支援はしていきたいと考えております。それから、本日の閣議において、今般の豪雨災害、特定非常災害と指定をされました。これを踏まえて、国より被災地の被保険者に対して、医療介護の一部負担金の免除等の実施の要請を重ねて行ったところであります。今後、免除を実施する保険者を確認した上で、住宅全半壊、床上浸水等の要件に合致している被保険者については、これまでもこうした制度ありましたけれども、その場合には事前に申請をしていなければなりませんが、今回は事前の申請が行われていなくても、医療機関等の窓口で申し立てられれば、免除が可能になるよう、さらなる事務連絡を発出したいと思っております。これによって当該ものに対しては10分の10の国庫負担、補助が行われるということになります。また、今回の災害が激甚災害に指定する見込みとなったとの発言が、7月10日の非常災害対策本部において総理からありました。激甚災害に指定された場合には、水道施設の普及にかかる国庫補助率が引き上げられるということになります。国庫補助を活用して損害賠償を現状復旧させ、元通りの形で取水が速やかに行われていくよう、さらに支援をしていきたいと考えております。まだ降雨が継続をしており、また一部氾濫している情報等もある地域もございます。引き続き自治体とも連携を密にしてですね、状況を把握し、また被害に遭われた方々に対する支援にさらに万全を期してまいりたいと考えております。それから2点目でありますけれども、先般、一般住民の方を対象とした抗体検査についての結果をお示しをさせていただきました。その際に申し上げましたけれども、中和試験を今後実施をするということを申し上げました。国立感染研究所で行った中和試験では、保有が確認された抗体が実際に新型コロナウイルスの感染を防御する機能を持っているのかを調べたところであります。今回実施した調査で、抗体検査では、米国 FDA において緊急使用承認許可がされた2種類の検査法を用いて検査を行い、両方の検査で陽性だったものを陽性と判断し、先日その数値を発表させていただきました。今回は両方の検査で陽性であった8検体、あるいはいずれかの方法で陽性となった検体、さらには陰性検体の中でもカットオフ値、ここで陰性と陽性との判断をするという基準ですね、その基準に近いところにある検体、これについて試験を行ったところ、両方の検査で陽性の8検体から得られた抗体のみが中和活性を持つということが
今回の検査調査で分かったところであります。今後、産生された抗体の持続時間、あるいは免疫防御機能との関係に関する他の研究の状況を踏まえて、抗体検査の活用方法について引き続き検討を行っていきたいというふうに考えております。具体的な内容については、後ほど事務方からブリーフィングをさせていただきます。私の方からは以上です。